先日、ロボットの搭乗者がミスター・カボブマンであるという衝撃の事実が判明しましたね。さらに、カボブマンのセリフからは、彼自身が感情を持ち始めている様子も読み取れます。もともとは鉄パイプなどで組み上げられた無機質な存在だったはずなのに、なぜ今になって感情を持ち始めたのでしょうか。今回は、これまでの描写から、カボブマンは誰が、何のために作ったのか、そして、なぜ思考する存在になったのか考察していきます。誰が作ったのか。まず、現時点で判明しているカボブマンの情報を簡単に整理しておきましょう。ミスター・カボブマンの初登場は、バンバン3の終盤です。そこには壁画とともにカボブマン本体が置かれており、なぜかバンバンの声で話します。同じゲノムドナーであるウスマンの声とも考えられそうですが、現時点ではバンバンがウスマンと同じ声色だったことは明確になっていません。さらに、一石三鳥ってところかなという、過去にバンバンが主人公へ言ったセリフまで発します。その他にも、膵臓を渡せ、おとなしくしてないと、バンするぞ、開けごま、全員乗車、鳥よ、飛べ、など、一見すると脈絡のない言葉を発します。装備品には、バンバンのパーティーハット、スピーカー、グローブなどがあり、バンバン9では巨大なロボットの体と合体したような姿になりました。一方で、カボブマンには更新レポートが一切なく、ケース番号も判明していません。そして意外にも、初登場以降は何度も登場しています。バンバン3では、リトルビークをその場から離すため、親であるオピラバードに似た鳴き声を流しました。バンバン4では駅に登場し、自走できることも判明。その後はバンバンに連れられ、ゾルフィウスの友達として運ばれますが、ナブナブに拉致された後、バンバンたちと共に待機していました。バンバン6では、バンバンの彫刻と共にカボブマンの彫刻が見つかり、リトルビークとの戦いではおとりとして大活躍。バンバン7ではシティンジョンの市民とにらめっこ。バンバン8では、地下の監獄に収容されていました。そしてバンバン9では、ブラシスタやダダドゥ教たちとチームを組んでいます。ここまで継続して登場している以上、ただのネタキャラクターではなさそうです。では、カボブマンは幼稚園のマスコットなのでしょうか。結論から言うと、ウスマンたち研究員によって、研究をサポートするために作られた AI だったと考えています。研究員のアシスタントだった。まず、カボブマンの容姿から見ても、幼稚園のマスコットとして作られたようには見えません。園内で見つかるメモでは、マスコットを作る際に園児たちからの反応を重視していたことが分かっています。しかしカボブマンは、バンバンたちのファミリーとしても描かれていません。一方で、カボブマン自身の壁画は、バンバン3のフロア3という従業員たちも目にする場所に存在します。バンバン7の舞台がフロア6で、そのさらに地下にあるバンバン0や8の施設ではフロア番号すら確認できないことを考えると、番号のついた階層には一般従業員も出入りしていた可能性があります。つまりカボブマンは、地下深くに隠されていたゾルフィウスやナニーのような秘密の実験体というより、従業員たちにも存在を知られていたのでしょう。ビターギグルやキティザウルスにも壁画がありますが、彼らはマスコットとして設計されたものの不採用となり、地下の家族として残された存在です。しかし、そこにもカボブマンは描かれていません。更新レポートもなく、ケース番号もない。この違いを見ると、カボブマンはそもそもバンバンたちと同じケースとして作られた存在ではない可能性があります。その違いとして分かりやすいのが体です。バンバンたちのケースは粘土やジバニウムを使って作られています。しかしカボブマンは鉄パイプなどを組み合わせて作られた機械です。そしてここで重要になるのがジバニウムの更新レポート。そこにはこれまで開発された全てのケースが果てしない激痛に苦しんでいる。その理由は研究員たちにも分かっておらず、そのような存在を子供の近くに置くことなど到底想像できない。研究を突然全て停止するのは現実的ではないものの、せめて実際に現場へ来て状況を確認してほしいというかなり切実な内容が書かれています。つまりジバニウムを使って生み出されたケースには常に激痛を抱えてしまうという大きな問題があったわけです。研究員の仕事を補助させるだけなら、わざわざ激痛に苦しむケースを作る必要はありません。それよりも痛みを感じない鉄パイプなどの無機質なもので体を作り、必要な仕事をこなせる機械の方が適しています。さらに、研究員たちが研究をサポートしてくれる存在を求めていた前例もあります。それがシリンジョンです。シリンジョンは、もともと研究員たちをサポートするために作られましたが、最終的には不採用となりました。つまり研究員たちは以前から自分たちの研究を手伝ってくれる存在を必要としていた。シリンジョンで実現できなかった研究員のサポート役を
今度は生物ではなく機械によって実現したもの、それがカボブマンだったのではないでしょうか。量産型 AI とタイプ5。この仮説で考えると、これまでカボブマンが置かれていた場所にも意味が出てきます。バンバン3では、従業員向けにハルタバードへの対処方法が書かれていました。ゲーム中にいたのはリトルビークですが、本来はタルタバードの注意を引くため、鳴き声を出せるカボブマンが動線上に置かれていたとも考えられます。バンバン4では駅に登場。カボブマンには、全員乗車という言葉もあるため、駅員や車掌のような役割を与えられていた可能性があります。さらに、カボブマンは複数の階層で確認されています。研究員や従業員を補助する機械だったのであれば、各フロアに配置されていたとしても不思議ではありません。そして、カボブマンが一体だけではなかったことを示唆する描写もあります。バンバンは、ある場所を見てこう言います。この場所を見てくれ。すごく見覚えがあるけれど、どこでこんなものを見たのか思い出せない。そして、その場所には大量のカボブマンが並んでいます。もちろん、単純に場所そのものへ見覚えがあるとも考えられます。しかし、大量のカボブマンがいる場所でこのセリフを発していることを考えると、バンバンが過去に見た、量産されていたカボブマンたちの光景を思い出しかけているとも解釈できます。つまりカボブマンは、研究施設の各フロアへ配置するために作られていた、量産型のアシスタントだった可能性があります。では、そのカボブマンを動かしていたものは何だったのでしょうか。ここで、ジバニウムのタイプ5が関係してくるのかもしれません。一部のケースは、人間のように言葉を発することができます。生体にあたるものもタイプ5のケース3となっていますが、それだけで人間のように会話できるわけではありません。実際にキャプテンがそうです。重要なのは、人間のゲノムドナーです。実際、バンバンには人間のゲノムドナーが使用されており、人としての記憶や感情が残っていることで苦しんでいる様子も描かれています。確認されているトードスターやバウンセリアにも人間のゲノムが使用されています。では、人間のゲノムが使われていないケースはどうでしょうか。オピラバード、キャプテンフィドルズ、ナブナブ。これらには人間のゲノムが使用されていません。そして、人間のように会話する姿も確認されていません。つまり現時点の描写を見る限り、人間のゲノムが使われたケースほど、人間のような言葉や感情を持つ傾向があると考えられます。しかし、カボブマンには人間のゲノムドナーが使われているという情報がありません。そもそも通常のケースですらない可能性が高い。それなのに、自走し、周囲の状況に応じて行動し、言葉まで発します。そこで考えられるのが、カボブマンでは人間のゲノムを使う代わりに、脳の機能を AI として人工的に再現しようとしていたという可能性です。ジバニウムの研究対象として考えるなら、カボブマンが担っていたのは生体や臓器そのものではなく、それらを制御するタイプ5の脳の部分だったのかもしれません。バンバンたちの場合、その役割を人間のゲノムドナー由来の脳や記憶が担っている。しかしカボブマンでは、それを人工知能によって再現する。つまり、人間を入れなくても、自分で状況を判断して動くことのできる人工的な脳、その研究成果がカボブマンだったのではないでしょうか。そう考えると、初期のカボブマンの話し方にも納得できます。話す内容にはバンバンが過去に発した言葉も含まれています。つまり、当初から人間のように自由な会話をしていたというより、与えられた音声や情報を利用して行動する AI だった可能性があります。そして、この量産型 AI 説を踏まえると、バンバン9でのカボブマンのセリフが非常に重要になってきます。思考する存在となってから、まだほとんど時間は経っていない。私は本来、こうしたものを嫌悪するようには設計されていなかった。だが、今では嫌悪するようになった。これが、噂に聞く感情というものなのだろう。カボブマン本人が、本来は嫌悪するように設計されていなかったと言っています。つまり、最初から現在のような感情を持っていたわけではありません。研究員たちが作った当初のカボブマンは、与えられた情報やプログラムに従い、研究員たちをサポートするための AI だった。しかし現在は、自分で物事を考え、本来プログラムされていなかった嫌悪という感覚まで認識し始めています。さらに、これが噂に聞く感情というものなのだろう、という言葉からも、カボブマンにとって感情そのものが未知の存在だったことがわかります。そして何より重要なのが、思考する存在となってから、まだほとんど時間は経っていない、というセリフ。つまり、カボブマンが自ら考えられるようになったのは、ごく最近です。研究員たちが作った当初から、現在のような存在だったわけではない。どこかのタイミングで、カボブマンの AI に大きな変化が起きたことになります。改造したのは誰か。ここまでをまとめると、カボブマンは幼稚園のマスコットでも、
通常のジバニウム製ケースでもない、シリンジョンで実現できなかった研究員のサポート役として作られ、施設内の各フロアへ配置されていた量産型 AI アシスタントだったと考えられます。そしてジバニウム研究の中では、人間のゲノムに頼らずに思考や判断を行う人工的な脳の役割を研究する存在だった可能性があります。しかし、当初は与えられた情報に従って動いていたはずのカボブマンが、現在は自ら思考し、感情まで持ち始めています。では、カボブマンを思考する存在へ変えたのは、一体誰なのでしょうか。その可能性が最も高い人物として考えられるのが、ブラシスタです。彼女には、周囲を引きつけるような不思議な魅力があります。バンバンセブンの劇場で出会う市民も、他の市民とは少し違います。他の市民たちは、主人公が人間であるという理由だけで迫害しますが、この市民は良心的で、自分で何が正しく、何が間違っているのかを判断しているように見えます。そして、この市民と関わりがあったと考えられるのが、アリクイであるブラシスタです。もし、この市民がブラシスタとの交流をきっかけに、周囲の価値観に流されず、自分自身で善悪を判断するようになったのであれば、ブラシスタは他者の考え方に何らかの影響を与える存在なのかもしれません。だとすれば、量産されていたカボブマンのうち一体を選び、巨大なロボットへ組み込み、アビスを探索するメンバーとして改造したのもブラシスタだったのではないでしょうか。そして、ここで重要になるのがカボブマンのこのセリフです。計算上、成功する確率は 90%、残りの 10% は、どれも好ましくない結果だ。そして、その全てがあなたの体を無残に変形させる結末を迎える。深呼吸をして、この部分だけ、前後の内容とは少し異なります。文脈的にも、突然別の話を始めているように見えます。つまり、このセリフは、アビスへ突入する際の成功確率について話しているのかもしれません。某グランドラインへ入る際にも、半分は死ぬと言われていましたが、アビスも同じように、普通の体では耐えられない危険な場所なのでしょう。だからこそ、アビスという嵐を突破するためには、この巨大なロボットの体が必要だった。これが、これまで考察してきたアビスの歪みとも関係しているのかもしれません。つまり、9割の確率で歪みの性質を持つアビスの嵐を突破できる一方で、残りの1割では失敗し、体が変形してしまう。そういう意味なのかもしれません。そして気になるのが、失敗した場合、あなたの体を無残に変形させる結末が待っている。とカボブマンが知っていることです。なぜ、そんなことまでわかるのでしょうか。考えられるのは、カボブマンが AI によって結果を算出した、シリンジョンのアビス入門書などから情報を得た。あるいは、実際にアビスへ行ったもののデータや経験を持っている。このあたりでしょう。そして、もしこのロボットの体そのものにも過去のケースが利用されているのであれば、その候補として浮かぶのがキャプテン・フィドルズです。これまでの考察では、キャプテンがこのロボットと関係している証拠についてすでに紹介してきました。そのため今回は、そこからさらに一歩進んで考えてみます。もちろん、ロボットの背景にある霧の配色だけで、キャプテンだと断定することはできません。しかし、ティザー背景の霧は、過去のバンバンやフランボを示す色と重なる部分もあり、霧の色自体が何かを示している可能性は残っています。さらに、カボブマンが登場した場所にはカボブマンの手配書があり、その同じエリアにはキャプテンの手配書も存在していました。重要なのは、カボブマンとキャプテン、それぞれに足りないものです。まずカボブマンは、タイプ5における脳にあたる AI だったと考えています。自分で判断し、指示を出すことはできる。しかし、本来の体は、どこにでもありそうな鉄パイプなどで作られた簡素なもので、アビスを探索できるような強靭な体ではありません。一方、キャプテン・フィドルズについてはどうでしょうか。タイプ5のケース3では生体、ケース6ではジバニウムを全身へ運ぶ心臓のような循環器。このように、タイプ5ではケースごとに体の機能が研究されています。そしてキャプテンには人間のゲノムドナーが使用されていません。つまり、ロボットの体を持っていたとしても、人間のように高度な思考や判断を行うための部分が足りなかった可能性があります。カボブマンに足りないのは、アビスを突破できる強靭な体。一方、キャプテンの体に足りないのは、人間のように思考し、その体へ指示を出す存在。だとすれば、キャプテンの体に人間のゲノムに近い思考する機能を持つ AI として、カボブマンを組み合わせた。その結果として誕生したのが、現在の巨大ロボットだったという可能性も考えられます。そして、この組み合わせがアビス探索用だったとすれば、キャプテンであることにも大きな意味があります。なぜならキャプテンは、実際にアビスへ行ったことがある可能性が高い。
さらにその影響によって体が変形した可能性まで考えたらどうでしょうか。つまりアビスを経験した体を持つキャプテン、人間のゲノムを使わずに思考できる人工的な脳を持つカボブマン、そしてその2つを組み合わせてアビス探索用に改造した可能性があるブラシスタ。この3つがつながることでバンバン9に登場した巨大ロボットの正体とカボブマンが突然思考する存在になった理由を同時に説明できるのではないでしょうか。したがってカボブマンはもともと研究員たちをサポートするために作られた量産型 AI、 そして現在の姿はブラシスタによってキャプテンフィドルズの体と組み合わされアビス探索用に改造された個体なのかもしれません。人間のゲノムを使わずに作られた人工的な脳がついには自ら考え感情まで持つ存在へと進化した。それが現在のミスターカボブマンなのではないでしょうか。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。